今回は Google オパールをステップバイステップで操作してアプリを作成してみたいと思います。オパールのホーム画面より Create New ボタンをクリックします。ステップバイステップでアプリを作成するには上部のメニューを使用します。左よりユーザーインプット、ジェネレート、アウトプットのブロックを配置します。まず、ユーザーインプットをクリックします。すると、このようなブロックが配置されます。このブロックでインプットデータを指定します。右側の帯がステップになることを確認してください。そして、ここにプロンプトを入力します。ここにアップロードするファイルを指定してください。と入力します。プロンプトは日本語でも構いません。次に、ジェネレートブロックを使用して処理を書き込みます。すると、このようにブルーの帯のブロックが表示されます。次は、黄色のインプットブロックとジェネレートブロックをドラッグして接続しましょう。これにより入力されたデータがジェネレートブロックに接続されます。この操作により、入力ブロックのスペシファイファイルという名前がジェネレートブロックの中に表示されたことを確認してください。それでは、ステップでプロンプトを書いていきましょう。スペシファイファイルのスペシファイファイルの後に、を読み取ると、プロンプトを入力します。次はアウトプットブロックを挿入します。今回、読み取るファイルを紹介します。このような CSV ファイルです。こちらのデータは、近電図の時系列データとなっています。A 列の列名が、SEC の列は、時間軸のデータです。B 列 C 列は、近電図の測定値を表し、列名を EMG1、EMG2 としています。今回使用するのは、SEC と EMG1 列を使用してグラフを描画します。それでは、ジェネレートで読み取られたデータをアウトプットに接続しましょう。次に、アウトプットブロックにプロンプトを書いていきます。プロンプトは、ジェネレートのセック列を X 軸 EMG1 列を Y 軸として折れ線グラフを描く。グラフはスクロールなしに全範囲を画面内に表示するとします。それでは、プレビューして実行してみましょう。表示がアンタイトルになっていますので、名前を付け替えます。今回は CSV ファイルの読み込みとグラフ表示に変更します。すると、このようにプレビュー画面の表示も変更されます。それではスタートしてみましょう。こちらのプラスボタンを押して CSV ファイルをアップロードします。アップロードフロムデバイスを選択します。EMG1 を選択し開きます。するとこのように、ファイルがアップロードされましたので、送信ボタンをクリックします。読み取り表示するまで少し時間を要します。途中、省略して結果を見てみましょう。こちらが結果となります。数値は読み取られていますが、グラフとなっていませんのでアウトプットブロックを修正する必要があります。アウトプットブロックを選択し、ステップで修正を加えます。今、マニュアルレイアウトになっていますが、この部分を展開して変更します。今回は、Web Page with Auto Layout を選択しましょう。それではアプリ画面に変更して実行してみます。プラスマークをクリックし、アップロードするファイルを指定します。約5分かかりましたが、このような時系列データのグラフを表示することができました。それでは、エディターに戻って今までのステップを振り返ってみましょう。まず、インプットブロックでは、アップロードするファイルを指定してくださいとする。プロンプトを入力します。
次にアップロードされたファイルをジェネレートブロックに接続します。ここでは、受け取ったスペシフィックファイルを読み取る。とするプロンプトを入力します。最後にアウトプットブロックですが、出力形式を Web ページ with Auto Layout に設定した上で、ジェネレートの SEC 列 S を AX 軸、EMG1 列を Y 軸として折れ線グラフを描く。グラフは、スクロールなしに全範囲を画面内に表示すると指定します。このようにステップバイステップに設定していくと、指定通りのグラフを描くことができます。